せっかく高いカメラを買ったのに動画が素人っぽく見える理由、それはセンサーサイズでも画質でもないです。今日はカメラ本体よりも優先すべき映像のレベルを底上げする3種の神器をご紹介します。どうも、ケイスケです。今日は新スタジオというか新しい場所で撮影しています。前からねちょっと借りてたオフィスがあるんですけども、そこにちょっと撮影スペースを作ろうと思ってまだ全然途中なんですけども、ここでもね、ちょこちょこ今後撮影していきたいので今作ってる途中でございます。で、今日話したいのはこのスタジオを作り込む話にもね、ちょっと直結する部分ではあるんですけども、映像って画質だけじゃないぞという部分ちょっと話していきたいんですよ。っていうのも僕のねこのチャンネルカメラの結構発信をしているので、カメラのことについての質問めちゃくちゃ多いんですけども、意外に周辺機器にこだわってない人多いなっていうのを感じてます。いやいや、実はですね、ちゃんと映像のクオリティを上げるためにはカメラだけじゃなくて、むしろカメラ以外の部分、その周辺機器の方が大事だったりするんですよね。そもそも例えばカメラって何を撮ってるのかっていうと、もちろん風景、日常、映像っていうのを撮ってるんだとは思うんですけども、そもそもその映像って光なんですよね。要はカメラっていうのはその光を捉えてるものなんですよ。光が大きくないともちろんカメラ映んないですよね。今も照明ねこれ焚いてるんですけども、照明を消してみるとこれを見れなくはないけど、ちょっと見るのねなんか難しいじゃん。今のね環境全部電気消してあるのでそんなに悪くはないかもしれないんですけども、さっきの方がいいですよね。戻します。はい、ということでカメラを買ったとしても今みたいにライト、光っていうのがなければいい映像、いい写真、動画にはならないというわけなんですね。なので今回はその光の部分だけじゃなくて、あと音の話もねちょっとしていきたいと思います。その音と光を改善する3種の神器ですね。もう言っちゃうと、光に関しては照明と ND フィルター、もう1個音についてはマイク、この3種の神器どんな種類があってどういうものを手に入れたらいいのか、今回おすすめ全部ご紹介していきます。ケイスケの動画。はい、ということでここからは3つ詳しく見ていきたいと思うんですけども、まずは照明の話ですね。カメラっていうのは光を捉えるアイテムなんですよね。なのでなんとなく感覚でわかるかもしれないんですけども、日中光明るいシーン、外で撮ったら綺麗な写真とか映像撮れやすいじゃないですか。なんですけど、じゃあ夜とか、あとは室内に入った時っていうのはちょっとノイズが乗っちゃったりとか、なんかザラザラした写真とか映像になりやすいですよね。あれっていうのは光が足りないから、こっちでちょっと増換っていうのかな、ノイズを増やすことによって光をもっと取り入れるみたいなことをしてるんですけども、逆に言うと光が大きければ綺麗な映像、写真になるはずなんです。なので室内で撮る場合っていうのはやっぱライト欲しいですよね。でまず大原則です。大原則として僕らの目っていうのは太陽光が一番綺麗に見えるようにできてます。なので極論を言うと、こういう室内で撮るっていう感じよりは、例えば公園とかそういうところで撮る方が綺麗に撮れるというものになっています。で例えばなんかホラーとか怪談とかあるじゃないですか。そういう話の時って下から顔を照らしたりしません？ああするとなんかちょっと怖いというかね、そんな感じのライティングになるじゃないですか。あれっていうのは太陽光と逆だからだと僕は思うんですよね。太陽光っていうのは基本的に上から光が降り注いでる、下から太陽光来ることないじゃないですか。反射するっていう場合はあるんですけども、基本的には上から太陽光が来るということで、人間ね上から来る光に関してはナチュラルに見えるんですけども、下から来る光に関しては違和感を覚えてしまうとね。そうなんですよ。なので、基本的には太陽光を再現してあげるといい。じゃあ太陽光ってどういうものなのか。めちゃくちゃ遠くにある一点の光、これが太陽光ですね。太陽って僕らの今いるところからしたら本当に無限にあって、でも1個の球体なんですよ。1個の光源から出てるめちゃくちゃでかい光っていうのが本当は理想なんですよね。なんですけど、太陽に変わるものなんて 100% 作れるわけないじゃないですか。ね、太陽なんて無限にあるわけで、じゃあ無限に光を1個置けますかって言われたら置けないというので、それをじゃあ何とかしてお家で再現しましょうねっていうのが照明の基本です。
で太陽っていうのはめちゃくちゃ遠くにあるので、その太陽の光っていうのは僕らに届く頃には1点だったのがこうめちゃくちゃでかくなってるわけですよ。もうバー拡散して。なのでなるべく大きな光源で、斜めから照らしてあげる。これが、太陽を再現するというかナチュラルに、照らす方法の一つとして考えられています。でぶっちゃけ言っちゃうと、今使ってるライトみたいなのが本当はクオリティが高いです。めちゃくちゃちゃんと出力のあるライトに、ちゃんとしたライトボックスっていうのを使って、で今ハニカムっていうね、ちょっと光をこうまっすぐにするようなものも使ってるんですけども、これが一番理想ではあるんですけども、本当にでっかく幅を取っちゃうし、値段的にもかなりしちゃうと思うんですよね。最初からねこんなの導入できないじゃないですか。おそらくこの動画見てる人って、今からカメラのこと知っていこうって人多いと思いますので、そういう人が最初に導入するにはハードルが高いということで、一応ねこれも概要欄に載っけておきます。このセットあれば綺麗に撮れますよっていうのも、概要欄に載っけておくんですけども、プラスしてもう一個本当にカジュアルに使うためのライト、これねめっちゃいいのがあって、僕ね今自宅に置いてあるんですけども、こちらウランジの AL60 っていうですね、これ膨らむライトなんですけども、これめちゃくちゃいいです。これ柔らかい光を再現できるし、なおかつ軽いし、値段的にも1万円ちょっとで買うことができるんで、これから揃えていくのが一番いいのかなと思います。で結構ダメなパターン、明るければいいと思ってるパターンは結構ダメで、例えばお家のシーリングライトとかそういうので撮る場合、シーリングライトとかあっちのライトとかこっちのライトとかつけてっていう風にすると、それも太陽光を再現できてないんですよね。さっきも言った通り、太陽光っていうのは基本的に一つのメインライトっていうのがあって、それがもう降り注いでるこの状態が太陽光に一番近いと。なのにシーリングライトとか他のライトを使っちゃうと、いろんな方向からいろんな種類のいろんな暖かさの光っていうのが入ってきちゃうんで、やっぱり太陽光とは遠くなっちゃうんですよね。なのでまずは1灯メインのライトっていうのを据えてみてほしいなと思います。もちろんもっと安いのもあるんですけども、やっぱ柔らかい光じゃないと結構しんどかったりするので、ぜひこの辺のライトから使ってあげてください。でちなみに僕今1個のライトしか焚いてないです。ここのねメインライトしか焚いてないんですけども、本当はいろんなライト焚きたいと思います。3点照明っていうのが基本だったりするんですけども、前からとあとサブライトっていうのでね、こっちからちょっとだけここの部分を浮かす用のライトっていうのをつけて、あとはバックライトっていうこっちのね背景を浮かすためのライトを使ったりするんですけども、僕の場合は一応今後このライトに加えて、トップライトっていうのを入れて、あとは暗くなったところにハイライトっていうのを入れていこうかなと思っております。そのねちょっと照明の使い方っていうのは結構難しくて複雑だったりするので、とりあえずメインライト1個、まずは1個導入してみるっていうのが僕はおすすめかなと思います。ぜひまず照明やってみてください。ケイスケの動画で光について今話したのが、要は暗い場合、暗いとそのまま撮ることができないとね、ちゃんと光がないと撮ることができない。逆に明るい場合どうすんじゃって話なんですよ。明るきゃ明るいほどいいとも思うじゃないですか。さっきの話聞いてたら、じゃあ別に室内じゃなくても外で普通に撮りゃいいじゃないかとも思うんですけども、こと映像においては光をねちょっと絞ってあげる、減らしてあげるっていうのも時に大事だったりします。これはですねモーションブラーっていうものが関係してあるんですけども、モーションブラーっていうのはこうやってね、例えば速い動きをした時にこうやってブレてるじゃないですか。このブレのことをモーションブラーって言います。で人間の目ってカメラよりもめちゃくちゃ優秀で、ちゃんと光を捉えてちゃんとモーションブラーも再現してくれるんですよ。なのでめちゃくちゃ明るいシーンでもブレてるものはブレてるように見える。なんだけどもカメラっていうのは、明るいシーンだとシャッタースピードをめちゃくちゃ速く捉えてしまうんで、モーションブラーがうまく反映されないんですよね。ちょっとパラパラ漫画みたいな映像になってしまう。人間の目で見るモーションブラーっていうのはだいたい50分の1とか60分の1って言われてて、フレームレートをかける2分の1とかね言われたりするんですけども、僕の場合今 24fps っていう1秒間に24枚の静止画を使って1本の動画にするという方式で撮ってあるんですけども、その場合は50分の1っていうシャッタースピードで撮った時が、適正というか人の目で見た感覚と近いと言われています。なので僕の場合はシャッタースピードを50分の1とかに固定したいんですよ。なんだけどそうすると見たら分かるんだけど、シャッタースピード下げるとこんな感じで真っ白く白飛びしちゃうんですよ。明るすぎると。じゃあこれを白飛びしないように、でもモーションブラーがちゃんと入るようにシャッタースピードを調整したい。そうなったら必要なのはサングラスですよね。レンズのサングラス、こちら ND フィルターっていうものがあります。これがもう映像制作には必須中の必須です。僕も旅行に絶対持ってってます。もちろんラフに撮るっていうんであれば別にね気にしなくてもいいポイントかもしれないんですけども、映像のクオリティをちゃんと上げるのであればもう必須なアイテムですね。で僕の持ってるこれは2種の ND フィルター、バリアブル ND フィルターっていうもので、ここを回すと濃度が変わります。ほら
明るくなったり暗くなったり、こんな感じで濃度が変わります。動画撮影してる時にやっぱ ND フィルターね、多少こうやって変えれないと不便じゃないですか。一応ジャンルとしてはこういうね、可変の ND フィルターと固定の ND フィルターっていう2種類があります。こっちは回しても変わらないですね。てか回せない、回せるわ、回せるけど変わらないと、濃度が変わらないっていう形になってるんですけども、可変の方は変えられると。で、一見可変の方がめちゃくちゃ便利やんと思うんですけども、シンプルに固定 ND フィルターの方がちょっと画質が良かったりとか、あと可変 ND フィルターっていうのはどうしても濃くしていくとムラっていうのができます。ここの部分は暗いけどここの部分は明るいみたいな、こう暗さのムラっていうのがどうしても出ちゃう。なんだけど、僕は映像で使う場合はやっぱ可変 ND フィルターの方が便利なので、基本的には可変 ND フィルターを使っていて、で写真を撮る場合とかそういう時にはやっぱムラがね気になることが多いので、こういう固定の ND フィルターを使っています。で、ND フィルターはいろいろ試したんですけども、まずは安いのからでも別にいいです。安いのと高いのの違いっていうのは基本的には1個色味の話ですね。色味がちょっとかぶってしまう、要は若干だけ黄色っぽくなっちゃったりとか青っぽくなっちゃったりとかするっていうのが一つ。あともう一つはその濃さの値っていうのが微妙にこう変化しちゃうというか、この ND フィルターっていうのは見てみるとどのぐらい光を低減させてくれるかっていうのが分かるんですよ。例えば ND2 って書かれたものであれば光を2分の1にする、 ND4 って書かれたものであれば光を4分の1にするっていう効果が本来あるはずなんですけども、その数値が微妙にずれてきてしまうというのが、安い ND フィルターの特徴だったりします。なんですが最初に使う時にそんなにその数値気にしないじゃないですか。で、色かぶりみたいな部分も、気にはなるんだけど、ちょっとホワイトバランスでなんとか調整すれば調整できなくもない。で、画質に関しては ND フィルター安いから高いからといって変わることはほぼないです。って考えたらまずは安い ND フィルターから導入して、K&F コンセプトとかね、いろんな ND フィルターがあって、その辺のは3000円ぐらいから、3000円から5、6000円かな、くらいの値段で ND フィルター買えると思うんですけども、そのぐらいから購入ができて、で僕の持ってるね ND フィルターとかはちょっと高くてやっぱ 2,3 万とかしてしまうので、自分の映像のクオリティをもっともっと上げたい、さらに上げたいなと思った場合にのみこっちを買うのでいいと思います。僕は、ぜひ外で撮ることが多いよっていう人は特に ND フィルターっていうのはもう必須で買ってみてほしいなと思います。ちなみにこの ND フィルターっていうのはフィルター系というものがあります。僕のここにね持ってる ND フィルターは77って書いてあるんですけども、例えばよいしょ、このレンズであればここの部分が 67mm 系というものなんですよ。で、さっき言った 77mm 系のフィルターはつかないんですよね。つかない。なのでちゃんとここに合うようなフィルターを使う、または、このフィルターに合うようにステップアップリングっていうのがあって、この 67mm のフィルター系を 77mm にするみたいな、リングが売ってあるので、それをつけてフィルターを装着するという形になります。なのでフィルターはなるべく大きなものを買っておくと、いろんなレンズに対してステップアップリングを買っておけば、それで1個の ND フィルターで済ますこともできるよっていう形になります。僕の場合はこのね 67mm のフィルター系のレンズを使うことがすごく多いので、67mm の ND フィルターっていうのを基本的には使ってるんですけども、今は 82mm 系でちょっと大きめの ND フィルターを使ってそれをねステップアップリングでかましてます。それの方がいろんなねレンズに使えるんで便利だなと思ってはいるんですが、大きいねフィルター系のものを買うと、若干邪魔なんですよ。ちょっとステップアップリングとか邪魔でなんか平置きしづらいみたいなねデメリットもあったりするんで、本当に好き好きで買ってみてほしいなと思います。ケイスケの動画で、ここまでは光の話をしてきました。最後は音の話ですね。で、結局音が僕は一番大事かなと実は思っていて、例えば映像がめちゃくちゃ綺麗だったとしても音がピーギャギャーみたいな音だったら見れないじゃないですかね。全然音が良くなかったら見れない映像ってたくさん世の中にあるなと思っていて、なんかこう映像が綺麗な YouTuber さんでも音もったいないって思うこともすごく多いです。なのでぜひ音を気にしてほしいんですけども、音を改善するために何が必要か分かると思うんですけど、マイクですよね。で、僕は今ワイヤレスマイクっていうのを使っています。ここにねマイクがあるんですけども、これをそっちにワイヤレスで飛ばしてでケーブルにつないでカメラに収録しているという形で撮っています。で、カメラで使うマイクとしては大きく分けて2種類あります。僕が今使っているワイヤレスマイクか、こういうショットガンタイプのマイクですね。これカメラの上につけるものなんですけども、こういう前の音を取るみたいなタイプですね。この2種類があります。それぞれの特徴をご紹介しておくと、まずはショットガンマイク、こっちの方が一般的ですよね。カメラの上につけるマイクで、そこから集音することができると。で、このショットガンマイクっていうのは基本的には前の音を取るんですけども、ある程度被写体、喋る
る話者っていうのかな、喋る人がカメラから離れちゃうと、音が遠くなるっていうデメリットはあるものの、逆に言うと街中の雰囲気の音とかも撮れるんですよね。だから旅行に行った時の街の雰囲気の音も含めて撮りたいよっていう場合は、こういうガンマイクの方が合っています。で、あと基本的にはこのワイヤレス系のマイクよりもショットガンマイクの方が僕は音いいなと思ってます。ちょっと音の抜けがいいというか、マイクの部分が大きいから当たり前だとは思うんですけども、こういうショットガンタイプのマイクの方が音はいいなと思います。で、これ自体はカメラの上にプスッと挿してしか使えないんですけども、マイクによってはケーブルでつないでカメラからニュッと伸ばして、この辺にガンマイクっていうのを置くこともできます。そういうガンマイクのタイプっていうのが一つと、あとはワイヤレスマイクですね。ワイヤレスマイクっていうのはこの胸元とかこういう部分に基本的にはピッと置いて、で収録した音声っていうのをカメラに収録するというものになります。基本的に音を良くするために必要なことをもう大前提として、音を良くするためには声の出す場所とマイクが近ければ近い方が本来音いいはずなんですよね。歌う時とかもマイクこの辺で歌うよりもここで歌う方が本来はいいんですよね。いろんな音を拾っちゃうよりもちゃんと声だけを拾うことができるから。でワイヤレスマイクっていうのもそれと同じで、基本的にはこの周りの音、僕の声だけを収録してくれます。なので、ちょっとねこの環境では反響が入ってしまってるかもしれないんですけども、こういうショットガンタイプのマイクと比べると、ショットガンタイプはねちょっと離さなきゃいけなかったりするから、それに比べると近い方がある程度反響も拾わなかったり、外のね雑音とかも拾わなかったりして声にフォーカスすることができます。逆にデメリットみたいな部分で言うと、さっきこっちの方がね音の抜けがいいって話はしたと思うんですけども、ワイヤレスマイクは若干こもりがちです。ただワイヤレスマイクっていうのはどこにいても音のクオリティが基本変わらないんですよ。例えばここで喋っても、後ろに下がって喋っても、この辺で喋っても変わらない。だけどこのショットガンマイクだと位置を変えるとマイクから声が遠ざかってしまうんで、音の質が変わってしまうという性質の違いもあったりします。じゃあどっちの方がいいんじゃって話ですよね。どっちの方が良くてどういうマイクがいいんじゃって話なんですけども、難しいけど一番楽なのはやっぱワイヤレスマイクです。やっぱこういう YouTube の時とかはワイヤレスマイクがすごく楽で、今使ってるのは DJI Mic 3っていうマイクです。これは DJI の最新のマイクなんですけど、僕が自宅で使ってるのはホーリーランドのラーク M2 っていうワイヤレスマイクとラーク M2S っていうワイヤレスマイク使っています。でそれぞれの特徴があるから使い分けてはいるんですけども、今1個だけおすすめするんであればラーク M2S っていうのが一番おすすめです。これねクリップタイプのマイクなので、こういうなんていうのかな、リブの部分にピュッとクリップで挟み込めばそれだけで使えるというものになっています。すごく音質もいいし、音の抜けも比較的ワイヤレスマイクの中ではいいので、僕は結構おすすめですね。ちょっとマイクが外側向いてるので反響若干拾いやすいっていうのはあるんですけども、それでも相当使いやすくて、一旦これ持っておけば間違いないかなと僕は思ってます。でワイヤレスマイクの他のおすすめも一応ね概要欄に説明と一緒に書いておきます。でもう一個ガンマイクの方ですね。で僕はゼンハイザーの MKE600 っていうガンマイク、ショットガンマイクが大好きなんですよ。でこれの音が一番好きだし一番いいと思ってます。テレビとかね業務とかでも本当によく使われるのが MKH416 っていうゼンハイザーのマイクがあったりするんですけども、それの廉価版というかちょっと安い版みたいな感じで本当に音質がいいんですよ。なので今の撮影スペースにも今度ね MKE600 を導入しようと思っています。でなるべく口に近づけた状態でちょっとカメラの画角に入らないぐらいこの辺にこうグーッと伸ばして使おうかなと思っています。でショットガンタイプのマイクは本当いろいろあるので、どれがおすすめっていうのは難しいんですけども、買えるんであれば MKE600 が一番おすすめで、普通に Vlog で使うんであればあと2択で、1個はデイティの D4 Duo っていう前と後ろの音を取れるってやつがあるんですよ。それがいろんなマイクにも使えて便利だなって思うので結構好きなのと、前の音だけでいいよっていうんであればゼンハイザーの MKE402 っていうマイクがあって、これも僕ね使ってて結構好きです。最近は僕はソニーのカメラ使ってるんで、このねソニーの紙マイクなんだっけECM-M1 かっていうマイクを使ってるんですけども、本当にソニーの人はこれ買うのもおすすめです。ちゃんとね対応機種とかちょっと見てほしいんですけども、これであればケーブルいらずでカメラを接続することもできるんで結構便利ですね。ケイスケの動画ということで今日は光と音の話してきました。本当に言いたいこととしては、照明で光を作れ、ND フィルターで光を操れ、最後はマイクで音を整えろ。この3つですね。この3つをすることによって、じゃあカメラが例えば10万円安いものを買ったとしても、その10万円高いものよりもクオリティの高い映像が絶対に撮れます。なのでもし今までちょっと見向きもしてなかったよって人は、ぜひこの周辺機器集めてみてほしいなと思います。
さっきも言った通り概要欄におすすめのアイテムとそのおすすめの情報、こういうところがおすすめですっていうのも含めて書いておきますので、ぜひチェックしてみてください。また今回紹介したアイテム以外でいやいやこれもおすすめですよというものがあれば、それもぜひ教えてほしいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。